こんにちは、高森です。今回は MBTI 分析について話そうかなと思います。私 MBTI 分析みたいなのをやると、だいたい INFJ っていうのに診断されるんですね。この特性が結構厄介なんですよね。特になんか男性は INFJ って少ないらしくて、やばいとか、結婚できないとか、人付き合いが悪いみたいな感じで Google でもサジェストされるっていうようなパーソナリティなんですね。で、結構一言で言っちゃうと、生きづらい性格というか気質、傾向なわけですね。厄介な性格傾向のようです。当事者観点でいくと、生きづらいですよね。高森チャンネル見ていただいてる方もわかると思うんですけど、なんでそんなこと悩んでんのとか、恋愛もね、全然うまくいってないんでね、自分の近しいところに人を入れるっていうのが、苦手っていうところもありますから、高森お前大丈夫かよって思ってる人も、結構いるんじゃないかなと勝手に思ってるんですね。でもこれって結構どうしようもないんですよ。INFJ の人って多分なんですけど、自分と他の人っていう領域を、明確に分けてるところがあって、あんまりその集団生活とかで、そこの自己の境界を、その集団っていうところに対して溶け込ませることっていうのが結構苦手なんですよね。多分ね。どうしても自分の内面とかね、感情とか感覚みたいなところに目がいってしまうんで、集団の中でみんな盛り上がってるだけど、一人だけこれ何なんだろうって自分の感覚優位に言っちゃうとかね。それで孤立感を感じたりとか、誰も自分のこと分かってくれないんじゃないかな、みたいに思っちゃうみたいなのが INFJ の特徴なのかなって思いますね。インターネットとか見るとね、結構面白い特徴も書いてあって、社会不適合者総じて INFJ は社会に馴染めなさを感じているようです。で、数が少なく珍しいということですね。特に男は全人口割合でコンマ5%以下ということで、私みたいなのをね、見ていただければわかるんですけども、アラサー間近で、あんま友達もいませんみたいな感じでやってるんですけど、悩ましいパーソナリティだなって、やっぱ思いますよね。客観的に見てても、あれこの人生きづらそうだな、みたいな思うし、組織の中で、例えば職場の中で引いた自分っていうのを見てると、何考えてるかわかんないし、どう踏み込めばいいか、謎な人みたいな感じかなっていうのは、自分でも思いますね。だけど、なんとかしたいっていうのもあるんですけど、そうすると、自分が壊れそうな感覚があって、守りに入っちゃうんですよね。職場から逃げるとか、自分の時間を大事にする、人をシャットアウトするみたいな方向に行っちゃうっていう感じですよね。一人の時間が必要です。あとは理想主義者とか、感性が鋭い、常時気配りをしてるみたいなのも書いてありますね。理想主義っていうところで言うと、結構自分もそれはありますね。みんな平和にやればいいのになっていうのもあって、争ってる人とかを見ると、逆にそれが一変して、争うなよみたいな感情が芽生えてしまうこともありますし、気配りっていうところもね、大体相手軸みたいな考え方をしちゃうんで、特に恋愛関係とかになるとそれが顕著に出ると思うんですけど、基本的に相手の喜ぶことというか、ニーズみたいなものを先読みして、結果的に自分が損することになっても、そっちを優先しちゃうみたいなところがあるんで、内面とかをね、あんまり掘りすぎないと、パッと見優しいというか、気配りができるよねっていうところがあるんですけど、掘り下げると INFJ の自己犠牲みたいなところが伴って出てくる優しさみたいなのも、結構あってですね、優しくしてもらってるけど、いきなりメンタルダウンして引きこもっちゃったみたいなのはそういうことですね。精神的なストレスでキャパがオーバーしてしまったっていうことですね。大変そうです。あとは心を開かないとか、常に何かしらの罪悪感があるとか、繊細だよねみたいな、いろいろ特徴があって、これ見るだけでも結構生きづらそうなんだみたいな感じがありますよね。私も気がついたら INFJ過去 A で固定されてるみたいなところがあって、悩んでしまいますね。別にそんな悩まなくていいじゃんみたいなことも結構言われるんですよ。高森くんなんでそんな悩んでんのみたいな。理屈っぽすぎるよみたいなところがあるんですけど、これ実は逆で自分のこのモヤモヤみたいな感情を優先してしまってるがわりに、周りから理屈っぽく見えてしまうみたいな感じなんですよね。だから自分の感情を大事にしてるっていうのは INFJ の特徴ではあると思うんですよね。それが表として出てくるときに、例えば言語化能力が高いっていう人の場合は、理論だって自分の思ってることとかを言語化できちゃうから、理屈っぽく見えちゃうだけであって。結構、感性重視なタイプだとは思いますね。考えない自分はもはや自分ではない。ともかくですね、今回言いたいのは、そんな珍しいパーソナリティの INFJ なんですけど、特に男はやばいということがインターネットで結構言われてて、笑っちゃいましたね。私当てはまる、あれなんでね、
なんかやっぱ INFJ の男って一生結婚できないみたいなのが、やっぱなんかあるみたいなんで、わかるなって思っちゃいますね。こう自分のね、近しいところにね、人間関係を持ってくるのがすごい苦手なんですよね。一回こう入ってくれたら、ちゃんと守るよっていう感じなんですけど、そこまでのハードルが異常に高いっていうことですね。常にこう相手を疑っちゃうみたいなところもありますから。こういう、こういう気質はもうしょうがないですね。もうがっちり固定されちゃったかなっていうところもあるんで、難しいですよね。そんな感じでね、自分の気質もね、だいたいこう、棚卸しできて理解できてきたかなっていうところもあるんで、辛いこともたくさんあるんですけど、頑張っていこうと思ってます。